BIC 企業よろず相談。今回は DM って効果ありますかとご相談をいただいています。ダイレクトメールですね。事業を始めるとお客様の獲得にいろいろな方法を考えます。DM もその一つかもしれません。皆さんも毎日郵便の DM や電子メールの DM がたくさん来てますよね。さて、その DM ですが、DM に効果があるかないかというご質問、すなわち DM に効果を求めていらっしゃるんですね。では DM の効果的な使い方を考えることにしましょう。ここでは DM は郵便による場合と電子メールによる場合の、両方を含んで考えることにしましょう。DM は郵便にしろ電子メールにしろ非効率的で開封率が低いというふうによく耳にしますね。実際はどうなんでしょう。郵便のメールの場合、開封率は 79.5% と言われています。一方電子メールのオープン率は15から 20% 程度だと言われています。それに対する何らかのアクションはどうでしょう。郵便メールでは 21%、電子メールでは 2.5% だそうです。電子メールはメルマガとは違ってお付き合いのない人が手に出すわけですから、オープン率が低いのもそのせいかもしれませんね。思ったよりも DM って効果が高いんじゃないと思った方も多いのではないでしょうか。しかしあなたが DM に期待しているのは DM を受け取ったお客様にキャンペーンに参加していただいたり、商品サービスをご利用いただくと、こういったことかもしれません。だとするとその人たちはアクションを起こした人の 10% に満たないと言われています。郵便 DM で 2%、E メール DM では 0.25% と予想されます。こうなると決して効率的では言えないかもしれませんね。さらに今まで特に関係がなかった企業やサービスに関する DM の場合は開封率は 19% ではないかと言われています。すると結局郵便 DM の開封率が高かったのはお客様宛ての DM だったということだろうと想像できます。初めての人に対する DM は郵便であろうが E メールであろうが、効果としてはそれほど期待できるものではないのかもしれません。さて、これらから考えると DM は一体誰宛てに出すのが良いのでしょうか。まだあなたとお取引のない潜在顧客や潜在顧客への DM の開封率が 19% 程度に対して高い開封率を持つ見込み客、新規客、固定客への DM が効果的であろうというふうに言えます。79.5% もの高い開封率を持つわけですから。その上に例えば見込み客には購入を促すキャンペーンの告知、新規客には継続的に関係を保つための SNS 会員登録、固定客には日頃の感謝を込めたクーポンなどとお客様の層に合わせた DM により高いアクション率を期待できるかもしれませんね。DM は市場の開拓ではなくお客様との絆づくりに効果的だと言えます。さてもう一つ高い効果で期待できる DM の利用方法があります。何でしょうね。実はアンケートなんです。お客様の考えを聞きビジネスに反映することができます。一般的にアンケートはターゲットの一部を対象とする標本調査であったり、近年ではインターネットで広く一般にアンケートを収集することが多いと思います。しかしあなたのお客様だけをアンケートを対象にすると、全数調査他のどんな標本調査よりもあなたのお客様の考えや意見を正しく分析することができます。お客様の意見や要望を直接知り経営に反映することができるわけですね。DM とは新しいお客様の開拓ではなくお客様との絆を作るため、そしてお客様の意見や要望を知るためのアンケートとして使うことが
効果的だと言えるわけです。皆さんの事業が成功するためにチャンネル登録をしてください。また関連するコンテンツでさらなる学習に挑んでください。